銀色の丸い容器が2つに開かれていく。中から現れるのはオレンジ色のものだ。宇宙で撮った写真をこの中に入れて地上へ持ち帰る。1960年8月19日、この形の容器が空から降りてきて、米空軍の輸送機 C119J が空中で受け止めた。なぜそこまでしたのか。持ち帰られた写真には何が写っていたのか。後に公開されたこの計画の記録映像がある。その冒頭で、1957年10月24日という日付が挙げられる。大統領の諮問委員会が、情報機関全体の収集能力についての報告をアイゼンハワー大統領に出した日である。その20日前に、ソ連が世界で最初の人工衛星、スプートニク1号を軌道に乗せていた。アメリカが自国の小さな衛星を最初に打ち上げるのは、まだ3ヶ月以上後のことだった。ソ連のミサイル配備について確かな情報がいる。その必要は強まる一方だったと記録映像は述べている。それまでその役目を負っていたのは偵察機だった。1957年の夏の時点で U2 はすでに1年任務に就いていた。もともと1年か2年を超えて使う前提の機体ではなかった。ソ連のレーダーは最初の飛行から全てを追跡していたと記録映像は述べている。ソ連は抗議し、その後ソ連の上空を飛ぶことは稀になった。U2 自体はその後も3年世界の他の地域の多くを飛び続けている。スプートニク1号から8週間後、大統領は CIA と空軍が共同で行う暫定の写真偵察衛星計画を進めることを決めた。方式は宇宙にある機体からフィルムを現物で回収することを前提にしていた。1957年12月8日、開発が始まる。記録映像はこうしてできたものを世界で最初の写真偵察衛星だと述べている。名前は2つあり、表向きの名前がディスカバラー、中身の名前がコロナである。記録映像にはその衛星が撮った写真そのものが出てくる。まっすぐな滑走路と、そこから枝分かれする誘導路。並んだ建物と水際に伸びる岩壁。どの号機が撮ったものかは記録映像は示していない。初めの頃に見分けられたのはおよそ 7.6 メートルの大きさまでだった。その後レンズと安定性とフィルムの技術が良くなっていく。記録映像が J3 と呼ぶ段階ではおよそ 1.5 メートルから 1.8 メートルまで下がっている。数字が下がるほど小さいものが見分けられるようになったということである。記録映像の後半に機材を後ろに置いて語る人物が出てくる。画面のテロップはアーサー・ランダール国立写真判読センター所長と示している。語っているのはフィルムを積んだ衛星を初めて回収したその1回についてである。衛星が飛んだのは1日だけで地球を16周から17周した。そのうち8回がソ連の上空を通っている。戻ってきたフィルムはおよそ 9kg。そのフィルムから7日とかからずに130ページの文章を作ったと語っている。覆った範囲はソ連のおよそ388万平方キロメートルだったとも語っている。この1回の飛行について記録映像はこうも述べている。はじめの写真は U2 のものより解像度がかなり低かった。それでも情報としての価値はあった。そしてこの1回の飛行が取った範囲は、それまでにソ連の上空を飛んだ U2 の飛行をすべて合わせたものより広かった。一度も届いていなかった場所がそこには映っていた。技術による情報収集の新しい時代が始まったと記録映像は続けている。ランダールは計画が終わるまでに何が得られたかも並べている。ソ連の大陸間弾道ミサイルの施設は1964年までに全て見つかった。地対空ミサイルの陣地も飛行場も全て。核兵器の試験場と貯蔵所も Y クラスと呼ばれる潜水艦も全てである。これらをアメリカ側が余さず抑えていたと語っている。ではそのフィルムはどうやって地上まで来たのか。撮った写真は電波で送られず、フィルムそのものが宇宙から降りてくる。それを海に落ちる前に空中で受け止める。記録映像にはカラーで撮られたロケットの打ち上げが何度も出てくる。衛星に積む機材の試験も映っている。回収を受け持つ飛行隊が専門に置かれていた。第6593試験飛行隊。アメリカ国家偵察局 NRO が2012年に出した証言集がある。表紙には副題としてこうある。1958年から1972年のこの飛行隊で空中回収に当たった空軍の搭乗員への聞き取り。同じ表紙にその任に当たった者たちの言葉でとある。
これから引くのはこの証言集である。訓練の一部は水の上でも行われた。西海岸の沖と南カリフォルニアのソルトンシーと呼ばれる湖で隊員たちは経験を重ねている。記録映像は容器が衛星から離れて降りてくるまでの過程を模型を使って見せている。切り離され大気圏に入る。その後パラシュートが開く。ここからが飛行体の受け持ちである。回収の場面は操縦席の中から始まる。窓の外に編隊を組んだ両機が見える。機体の後ろから竿とロープでできた装置が空中に伸びていく。竿の先とその間に張ったロープにフックが4つついている。証言集の第1章はハロルド・ E ・ミッチェルの話である。当時は大尉で C119J の機長だった。インタビューは2003年10月1日に行われている。第2章はその機のロードマスターの一人、ダニエル・ R ・ヒルの話である。この装置は4人のロードマスターが左右2人ずつに分かれて受け持っていた。竿が釣り竿で、ウインチのドラムがリールだったとヒルは書いている。竿を伸ばしフックを取り付け巻き取られてきた容器を機内へ引き入れるのがロードマスターの受け持ちだった。ディスカバラー13の前に1から12までの回がある。ヒルは第2章でその12回を振り返っている。軌道に入ったのは12回のうち半分の6回。容器が切り離されたのは3回。再突入したのはそのうち2回である。実際の回収を狙って区域へ飛んだのは少なくとも5回だとヒルは見積もっている。そのうちの2号では初めて軌道に入り容器も切り離された。だが降りたのは回収区域から遠く、スピッツベルゲンの近くだという。8号では打ち上げの2段目のアジェナに不具合が起きて、容器は回収区域を行き過ぎたとヒルは書いている。パラシュートも失敗し回収はなかった。この12回で飛行隊が容器を空中で受け止めた回は一度もない。記録映像の中でゼネラルエレクトリックでコロナ計画の責任者を務めたマーク・モートンがこう語っている。今の時代なら6回目の失敗で打ち切られていただろうという。ディスカバラー13は空中では受け止められていない。記録映像によれば13の容器はフィルムを積んでいなかった。フィルムを積んだのは次の14である。この回ミッチェルの機はペリカン1一番いい回収位置を割り当てられていた。容器は機の視界に入ったその時に海に落ちた。機材に異常が起きて容器を取り逃がしたと証言集は書いている。パラシュートは銀とオレンジだったとも書かれている。拾い上げたのは海軍で、海に浮かぶ容器の上にヘリコプターがとどまる写真も載っている。ヒルは事前のブリーフィングでこう聞かされていたと書いている。容器にはゆっくり溶ける線が入っている。海水に一定の時間浸されると容器は沈む。他の国に拾われないようにするためだ。ヒルはこの日のことをことわざで言うところの傷口に塩を塗られる思いだったと書いている。いい面もあるとしてこう続く。眼下のこの物体が表しているのは個人の出来事でも搭乗員の出来事でも飛行隊の出来事でもない。そうではなくディスカバラー計画、空軍、海軍、軍全体、アメリカ全体、そして世界全体にとっての大きな歴史上の勝利だ。空軍が空中で回収していれば、海軍のヘリコプターが拾い上げる頃には容器は調査へ向かっていた。だが、この日はそうならなかった。その次がディスカバラー14である。ディスカバラー14が打ち上げられたのは8月18日回収したのは、その翌日の1960年8月19日である。証言集の用語集は回収の区域を2つに分けて説明している。一つは容器とパラシュートが降りてくると見込まれた一時の回収区域である。広がりはおよそ 320km かけるおよそ 97km である。もう一つはそこからおよそ 640km 先に置かれた2次の区域である。初めの頃のディスカバラーの回収では搭乗員と機に不調がついていた。ペリカン1からペリカン9までである。これは機体に固定された名前ではない。その回のミッションで機と搭乗員に割り当てられ、回収位置に対応している。ペリカン1は一時の区域の中で容器を回収する見込みが一番高い位置。ペリカン9は二次の区域の中でその見込みが一番低い区画である。前の回、ミッチェルの機はペリカン1だった。この回に割り当てられたのは、ペリカン9一番不利な位置だった。証言集は書いている。1週間前とは逆である。位置はミッションごとに順繰りに入れ替わっていた。
記録映像にはロープに吊られた容器が海の上を降りてくる場面がある。機内には搭乗員が2人。帽子には部隊の番号が入っている。6、5、9、3。これらの場面がどの回のものかは記録映像は示していない。記録映像はこの回の回収をこう述べている。衛星から容器が放り出されたのは17周目だった。第6593試験飛行隊の機がその座標へ向かう。はじめの2回の侵入は外れた。3回目でペリカン級が容器を空中で捕まえた。一番外側の区画を飛んでいた機がなぜ容器を捉えることになったのか。ミッチェルは証言集の第1章でその理由を書いている。ディスカバラー14は姿勢を保つためにガスを使いすぎていた。正しい再突入の姿勢を取るだけのガスが足りず、容器は一時の再突入区域を行き過ぎたのだろうという。降りたのは狙いよりおよそ 970km 先で、ペリカン級からおよそ 48km のところだった。3回の侵入は3回ともミッチェル自身のものである。ミッチェルはこう書いている。自分たちの機が回収できる位置にいたその1機だったことにかなり驚いた。他に間に合った機はなかったと第3章でカウンツが書いている。証言集はこの章の扉でこうも書いている。見出しに引かれているのはミッチェルが副操縦士に報告させたその文言である。ディスカバラー14は無事に機内にあるこれから帰投する。同じ扉に証言集がミッチェルについて書いた紹介文がある。ミッチェル大尉が C119J でディスカバラー14の容器を回収した。それが宇宙カプセルの空中回収として初めて成功したものだった。原版が書いているのはそこまでである。回収の翌週、搭乗員一人一人に名前を入れた盾が送られている。送ったのは航空研究開発軍団の司令官、バーナード・シュリーバーである。ロードマスターのヒルが自分の盾の告示を証言集に書き写している。上から下へ9つの項目が並んでいる。その一行に宇宙からの衛星の初の空中回収1960年8月19日とある。終わりの方の行にはシュリーバー航空研究開発軍団司令官1960年8月26日とある。証言集には1960年に隊員たちが容器を囲んで並んだ写真も載っている。衛星が撮る写真はその後も変わっていった。1968年には色と赤外線の写真も試されている。区画に分かれた高地とその中を曲がって流れる川が赤と緑に染め分けられて映る。作物や環境の状態が戦略情報にとって意味を持つ形で宇宙から分かることがそこで示されたと記録映像は述べている。もう一度あの容器に戻る。容器が2つに開かれ、中からオレンジ色のものが現れる。この中に入っていたのは宇宙から撮ってきた写真である。1960年8月に持ち帰られた1回分のフィルムからは、7日とかからずに130ページの文章ができたとランダールは語っていた。コロナの打ち上げは、1972年5月25日の145回目で最後になったと記録映像は述べている。この形の容器が宇宙から降りてきて機内で開けられ、中のフィルムが人の手に渡っていた。1枚の写真を地上で見るためにそこまでの段取りが組まれていた。あの1回について記録映像はこう言っている。映っていたのはそれまで一度も届いていなかった場所である。出典はアメリカ国家偵察局の証言集コロナスターキャッチャーズ2012年。それに CIA の記録映像A Point in Time The Corona Story。大統領令12951号がコロナの画像を18ヶ月以内に機密解除し、公文書館へ移すよう命じている。本チャンネルは世界各国の政府が公開した機密解除ファイルや公式記録を原文の記述に忠実に紹介していく。これからも世界各地各年代の事案を一件ずつ辿っていく。